こんにちは。ミスタージャパニーズチャンネルへようこそ。皆さんこんにちは。今日も一緒に学んでくださって本当にありがとうございます。わしはみつきです。そして僕は健三です。僕たちは皆さんが自然な日本語を学ぶお手伝いをしています。ぜひ、いいねとチャンネル登録をお願いします。他の学習者の皆さんにも役立ちますよ。今日はとても実用的なスキルを学びます。去年のことについてどう話すかですね。そうです。まず、軽いウォームアップのおしゃべりから始めます。それから去年したことについて長い会話をします。たくさんの便利な文章が聞けますよ。その後、もっと例文を練習して、重要なフレーズを学んで、キーワードを復習して、楽しいクイズもあります。準備はいいですか？では始めましょう。ねえ、ケンゾさん、今日はどうですか？とても元気です。ありがとう。週末は静かに過ごしました。リラックスできましたよ。あら、それは良かったですね。何をしたんですか？土曜日は読んでいた本を読み終えました。日曜日は家族に電話しました。みつきさんは？私の週末は忙しかったけど楽しかったです。土曜日に友達とカフェで会いました。何時間も話しましたよ。それは素晴らしいですね。最近のことを話すのは簡単ですよね。でも今日は去年1年間全体についてもう少し考える必要があります。そうですね。1年って長いですもんね。全部を覚えるのは難しいかもしれません。でも友達と話すには素晴らしいトピックですよ。ではやってみましょじゃあ、本当に去年1年間について話すんですね。大きなテーマって感じがします。う。そうですね。でも、毎日全部を覚える必要はないんです。大きなこと、楽しかったこと、それからもしかしたら大変だったことだけでいいんです。確かに。じゃあ、私から始めますね。去年のことを考えると、最初の記憶は実は大晦日なんです。覚えてますか？もちろん覚えていますよ。マヤさんの家の小さなパーティーに行きましたね。そうそう。外は寒くて雪が降っていたけど、中は暖かくて友達でいっぱいでした。ゲームをしてたくさん笑いました。一緒に新年を迎えたんです。本当に幸せなスタートでしたね。とても幸せなスタートでした。その後との1月は静かでしたよ。仕事に戻って普通の月でした。でも2月になって変化がありました。あ、そのミーティングのことを覚えてます。上司に呼ばれたんですよね。そうなんです。緊張しましたけど、良い知らせでした。彼女が新しいプロジェクトを任せてくれたんです。小さなチームでしたが、重要なプロジェクトでした。はいと言いましたが、とても怖かったです。怖そうには見えませんでしたよ。ワクワクしてるように見えました。両方ですね。それで2月から私の生活はそのプロジェクト中心になりました。時々遅くまで働きました。いつもそのことを考えていました。みつきさんの2月はどうでしたか？私の2月は逆でした。ゆっくりでした。ひどい風邪をひいて1週間家にいました。たくさんお茶を飲んで古い映画を見ました。あまり楽しくなかったですね。全然楽しくなかったです。でも考える時間ができて何か学びたいって決めたんです。
個人的なプロジェクトが欲しかったんです。仕事じゃなくて。だから、元気になったら料理教室を探しました。料理教室、3月に始めましたよね。そうです。3月の最初の週に新しいクラスに行きました。すごく緊張しました。みんな私より上手だったから。でも、とてもフレンドリーでしたよね。そう。笑顔で質問をして頑張りました。みんな親切でした。少しずつ理解できるようになって、料理が思ったより面白いって発見したんです。6月にはずっと良くなりました。楽しめるようになったんです。よかったです。で、6月に私のプロジェクトが終わりかけていました。時間内に終わらせるために一生懸命働いて、やり遂げました。6月の最終日に会社にプレゼンテーションをしました。成功でしたよ。私、すごく誇らしかったです。その夜、素敵なレストランに行きましたよね。そうですね。両方を祝うために、私の終わったプロジェクトと、みつきさんの新しい仕事が順調なこと、夏が始まって二人とも幸せでした。夏。去年の夏はすごく暑かったですよね。覚えてます？どうして忘れられますか？7月は無理でした。私のマンションはオーブンみたいでした。大きな扇風機を買ってその前に座っていました。私は毎週末プールに行きました。涼しく感じる唯一の方法でした。それで8月にケンゾさんは両親を訪ねたんですよね。はい。2週間東京を離れました。両親の家には大きな庭があって木がたくさんあります。そこはいつも涼しいんです。毎朝庭で働いて午後は木陰に座りました。シンプルで平和でした。パソコンも携帯もあまり使いませんでした。完璧な感じですね。私の8月は違いました。大学時代の友達のリサが1週間遊びに来てくれたんです。ここで観光客になったんですね。そう。何をしたと思います？何をしたんですか？全部です。美術館に行って、歴史博物館に行って、代々木公園に行って、隅田川のツアーにも参加しました。写真をたくさん撮りました。毎晩足が痛かったけど、すごく楽しかったです。自分の街を初めて見るみたいでした。それは素晴らしい時間の過ごし方ですね。それから秋が来ました。9月はいつも新しいスタートって感じがしますね。そうですね。9月に料理教室が終わりました。最終テストで3人のために料理を作りました。先生と他の生徒2人です。何を作ったんですか？ローストチキンと野菜を作りました。デザートにはチョコレートケーキも。美味しかったですか？チキンは美味しかったです。ケーキは少しパサパサだったけど、みんな食べてくれて優しいことを言ってくれました。そして修了証をもらいました。額に入れてキッチンに飾りました。そうすべきですよ。それは本当の達成ですから。9月に私はジムに戻りました。夏の後、ゆっくりで怠けた感じがしたので、上野公園で走ろうとしたんですよね。そうです。週に3回走るぞって言いました。多分、全部で4回くらい走りました。それから止めました。気持ちが大事ですよ。10月は
家族の訪問でしたよね。はい。両親と弟が5日間来ました。素敵でしたが、少しクレイジーでもありました。弟はティーンエイジャーなので、いつもお腹が空いてるんです。いつも料理を作ってるか、食べ物を探してるかでした。家族のために料理したんですか？一回大きな夕食を作りました。とても緊張しましたが、大丈夫でした。父が、娘はもうシェフだな、って言いました。冗談でしたけど、嬉しかったです。きっと美味しかったと思います。私の10月は車の問題でした。古い車が変な音を出し始めたんです。変な音は2年前からでしたけどね。そうですね。でも、10月にその音がとてもうるさくて怖い音になりました。ガレージが新しい車の時期ですよって、だから探さないといけませんでした。2週間、自由時間が全部それに消えました。でも良いのが見つかりましたね。そうです。小さな青い車です。とても信頼できます。買ったとき、すごく大人になった気がしました。11月。それから天気が寒くなって、早く暗くなりました。11月はいつも静かな月ですね。仕事して、本を読んで、友達に会って。新しい本のシリーズを始めたんですよね。ファンタジーの本です。そうです。11月に3冊読みました。それはたくさんですね。11月の週末は特別なことには使いませんでした。マンションを掃除したり、テレビドラマを見たり、時々美月さんとカフェで会ったり、居心地の良い月でした。居心地がいいのはいいことです。そして12月、1年の最後の月。いつもクリスマスの準備で忙しいですよね。とても忙しいです。みんなにプレゼントを買って、カードを送って、マンションを飾らなきゃいけませんでした。そしてクリスマス直前にまた病気になったんですよね。思い出させないでください。そうです。喉が悪くなって、2日間声が出ませんでした。予定を全部キャンセルしなきゃいけませんでした。すごく悲しかったです。でもクリスマス当日には良くなりましたよね。友達の家で夕食を食べました。はい、素敵でした。美味しい料理、良い人たち、一年の良い締めくくりでした。美月さんの年末はどうでしたか12月の最後の週、仕事で1年の振り返りがありました。上司が年の初めの私のプロジェクトについて話してくれました。私の仕事についてとても良いことを言ってくれました。縁が閉じたような感じがしました。よく始まってよく終わりました。それは素晴らしいですね、美月さん。それからまた大晦日。一年全体について考えました。良いことと悪いことについて話しました。そしてそれは成長の一年だったって決めました。それが言葉です。二人とも成長しました。美月さんはプロジェクトリーダーになりました。私はより良い料理人になって仕事を変えました。課題もありましたが、そこから学びました。まさに、私の去年は完璧じゃなかったです。ストレスもありました。古い車の問題もありました。とても暑い日もありました。でも振り返ると笑顔になります。僕も同じです。幸せな記憶の方が強いですね。大変だった時期は
ただストーリーをもっと面白くするだけですね。これが1年全体について話す方法です。重要な部分を選ぶんです。始まり、プロジェクト、季節、訪問、課題、そして終わり。そして複雑な言葉を使う必要はありません。シンプルなことについてシンプルな言葉で。始めました。学びました。尋ねました。終えました。感じました。その通りです。一番大切なのは、自分のストーリーを共有することです。それは、あなたの1年ですから。じゃあ、健三さん、本当に皆さんを助けましょう。私たち、大きなストーリーのように去年について話しました。今度はそれを小さな部分に分解しましょう。自分の生活に使える明確な文章を提供しましょう。いいアイデアですね。一番よくあるトピックから始めましょう。仕事や学校。去年の仕事についてどう話すでしょうか？どうだったかを言えます。例えば、去年の私の仕事はとても面白かったです。または、勉強は大変でした。そうですね。そして何をしたかを言えます。チームと新しいプロジェクトに取り組みました。6月に重要なコースを終えました。完璧です。変化についても話せます。3月に新しい仕事を始めました。または仕事で部署を変わりました。大きな変化がなかった場合は、普通の仕事だけだったら、それで大丈夫です。去年の仕事のルーティンは普通でしたって言えます。または同じ仕事を続けました。安定していました。安定は良い言葉ですね。じゃあ次の大きなトピック。趣味と自由時間。これは楽しいですね。そうです。新しい趣味について話せます。去年、絵を描き始めました。ギターを習い始めました。園芸にはまりましたっていうこともできます。それはすごく楽しむようになったという意味ですね。そう。または趣味を続けたことについて話せます。一年中ヨガを続けました。毎晩寝る前に本を読み続けました。趣味をやめたことについても話せますね。忙しすぎてゲームをやめました。でも理由を言うといいですね。良い指摘です。完全な例を出しましょう。去年、映画館にもっと行くようになりました。多分10本くらい見ました。いいですね。僕の例は、去年あまり自由時間がありませんでしたが、通勤中にいつもポッドキャストを聞いていました。ほら、どちらも良いです。さあ、とても重要なトピック。旅行と訪問。はい。シンプルなのは家族と京都に旅行しましたですが、もっとバリエーションが必要ですね。そうですね。短い旅行なら週末に沖縄に行きました。人に会いに行くなら田舎の祖父母を訪ねました。遠くに旅行しなかった場合は、自分の街を探検しましたって言えます。3つの新しい美術館を訪れました。素敵です。全然旅行しなかったとしても大丈夫です。去年は海外旅行をしませんでしたが、近所の公園を楽しみました。まさに、あなたはまだ自分の1年について話しています。さて、健康とフィットネス。これはシンプルにできます。去年、ジムに入会しました。
果物と野菜をもっと食べるようにしました。毎週日曜日に長い散歩をしました。甘い飲み物をやめました。あまり良くない健康についても話せます。秋に腰の問題があったので、1ヶ月休みました。そうですね。それも人生の一部です。次は学びとスキルについてはどうでしょう。趣味だけじゃなく本当のスキルです。仕事のためにパソコンスキルを向上させました。新しいソフトウェアの使い方を学びました。会議で話すのが上手になりました。または日本語ならアプリを使って毎日日本語を練習しました。完璧です。それは視聴者の皆さんにとって素晴らしい例ですね。さあ、日常生活とルーティンについて話しましょう。小さなことです。これがストーリーを本物にします。去年、いつも朝7時に起きました。外食する代わりによく家で夕食を作りました。私の夜のルーティンはシンプルでした。夕食を食べて、ドラマを1話見て、本を読みました。過去と対比させることもできます。去年より前はよく外出しましたが、去年は静かな夜を家で過ごす方が好きでした。それは素晴らしい文章構造ですね。去年より前は。でも、去年は。さあ、一番大切な部分。感情と結果。何が起こったかについてどう感じますか？これが鍵です。プロジェクトを終えたとき、とても誇らしく感じましたって言えます。家族に会えてとても嬉しかったです。休暇がキャンセルになった時は残念でしたが大丈夫でした。料理を学ぶのは最初は大変でしたが、とてもやりがいのあるものになりました。そして最後に全体のまとめ。どう締めくくるか。全体的に私にとって学びの一年でした。全般的に去年については前向きに感じています。一番刺激的な年ではありませんでしたが、平和で安定していました。または本当に特別で忘れられない一年でした。さあ、全部をまとめてミニ会話にしましょう。健三さん、私の去年について聞いてください。私、これらの実用的な文章を使います。わかりました。みつきさん、去年の仕事はどうでしたか？去年の仕事はかなり忙しかったです。いくつかの小さなプロジェクトに取り組みました。仕事は変えませんでしたが、コミュニケーションスキルを向上させました。自由時間はどうでしたか？新しい趣味を始めました。写真撮影です。海外旅行はしませんでしたが、別の町に住む親友を訪ねました。彼女に会えて素晴らしかったです。健康面はどうでしたか？ジムに入会しましたが、正直に言うと数ヶ月しか行きませんでした。忙しくなってやめましたが、どこでも歩き続けました。去年全体についてどう感じていますか？全体的に良かったと感じています。時々大変でしたが、たくさん学びました。小さな一歩を踏み出せたことを誇りに思います。ほら、それが完璧な実用的なまとめでした。長い話ではありませんでしたが、重要な情報が全部入っていました。さあ、皆さんも同じことができます。これらの文章の構成要素をとって、自分の去年についての自分のストーリーを組み立てられます。構成要素。いい表現ですね。トピックから始めて、ブロックを選んで組み立てる。まさに。そして覚えておいてください。全部のブロックを使う必要はありません。
自分にとって真実なものだけです。あなたの一年はユニークですから。これらのブロックを練習してください。声に出して言ってください。去年、私の仕事は、自由時間に私は感じました。すぐに日本語で去年について話せるようになりますよ。じゃあ、ケンゾさん、私たちストーリーを話しました。今度は本当に実用的になりましょう。皆さんが使える文章のツールボックスを作りましょう。フレーズのツールボックス、いいですね。フレーズを言って少し説明するか、いつ使うかの簡単な例を出します。まさに。一番基本的な始め方から始めましょう。一年全体のシーンをどう設定するか。わかりました。一番シンプルなのは、去年は良かったです。短く、明確で、前向きです。または、忙しい一年でした。忙しいはとても便利な言葉です。反対は、静かな一年でした。平和的、大きな出来事はあまりありませんでした。さあ、始まりについて話しましょう。一年をどう始めたか。休暇で一年を始めました。それが私がしたことです。何か新しいことを学び始めました。前向きな変化を示す素晴らしい方法です。または目標、もっと健康になろうと決めました。仕事と勉強に移りましょう。大きなプロジェクトに取り組みました。重要なコースを終えました。仕事を変えました。とても重要な出来事です。仕事で昇進しました。それは嬉しいことですね。さあ、個人生活と家族。家族を訪ねました。友達ともっと時間を過ごしました。大阪に旅行しました。またはどこでも。よくカフェで友達に会いました。小さな定期的なことも大切です。趣味と自由時間。これは楽しいです。良い本をいくつか読みました。面白い映画とドラマを見ました。たくさん音楽を聴きました。ジムに入会しました。典型的な決意ですね。サッカーやテニスのようなスポーツをしました。写真撮影のような新しい趣味に挑戦しました。健康はいつもトピックです。全体的に健康は良好でした。でも正直に言うと、冬に1週間病気でした。もっとよく食べようとしました。これは完璧さではなく、努力を示します。年末までにもっと元気になりました。天気や季節について話すこと。去年の夏は天気がひどかったです。美しく暖かい春がありました。春は楽しく過ごしました。季節を感情につなげています。去年の冬はとても長く感じました。みんな理解しますね。さあ、大きな感情と達成。私の最大の達成は、運転免許試験に合格したことでした。難しい瞬間は仕事がない時でした。古い友達に会えた時、とても嬉しく感じました。仕事のチームを誇りに思いました。自分自身についてたくさん学びました。深いけれど便利なフレーズです。時間についてはどうですか？なかった場合やたくさんあった場合、あまり自由時間がありませんでした。またはリラックスするための自由時間がたくさんありました。私の毎日のルーティンはとてもシンプルでした。例を出しましょう。毎日仕事に行って、それから家に帰りました。仕事の後、いつもリラックスしてテレビを見ました。週末にはよく散歩に出かけました。時間フレーズを具体的にしましょう。1月に新しい趣味を始めました。12月までに少し上手に話せるようになりました。
までにはある時点までの進歩を示します。しなかったことについて。海外旅行しませんでした。大きな変化はありませんでした。そして、それで大丈夫でした。仕事のようないくつかのことは同じままでした。さあ、思い出。甘い部分です。私のお気に入りの思い出は夏の旅行からです。あなたが作ってくれた誕生日パーティーをいつも覚えています。年の初めに緊張していました。年の半ばにとても忙しくなりました。年末までに疲れましたが幸せに感じました。まとめの文章が必要ですね。最終的な意見をどう言うか。全体的に私にとって前向きな一年でした。全体的には素晴らしい言葉です。大変な一年でしたが、大きく成長しました。普通の一年でしたがシンプルさを楽しみました。新しい家族のメンバーのおかげで特別な一年でした。新しい赤ちゃんやペットです。そして最後に個人的な結論。去年がどう進んだかに満足しています。たくさんのフレーズですね、みつきさん。でも知ってますか？このようにグループで言うと意味がわかります。そうですね。ただ、リストにしただけじゃありません。どこに当てはまるかを話しました。これは仕事用。これは感情用。これは時間用。そして皆さんは組み合わせられます。私は誇りに思いましたをとって自分の達成を加えられます。まさに、構造が道具です。彼らはそれを自分の人生で埋めます。だから全部を一度に覚えようとしないでください。自分の去年に当てはまる5つを選んで、それから始めてください。完璧なアドバイスです。小さく始めましょう。ストーリーを作りましょう。全部のピースがここにありますから。少しペースを落として、私たちが使ってきたキーワードのいくつかを見てみましょう。これらは1年について話すための構成要素です。みつきさん、一つずつ説明しましょうか？そうしましょう。言葉を言ってシンプルに説明して、それから自分の生活から文章で使います。そうすれば実用的です。完璧です。僕から始めます。言葉は達成。達成は何かを成功裏にやり遂げたこと。大抵何かの努力の後です。勝利、成功です。例えば、私の文章は、私の去年の最大の達成は、仕事であの難しいプロジェクトを完成させたことでした。簡単じゃなかったから、終えると達成のように感じました。まさに、僕の達成は違いました。料理の修了証を取ったことは、僕にとって個人的な達成でした。次の言葉、ルーティーン。ルーティーンは物事をする普段の方法、定期的なスケジュールや習慣です。だから、私の朝のルーティンはいつも同じです。シャワー、コーヒー、それからメールをチェックって言えます。そして1年にもルーティーンがあります。去年の週末のルーティーンは食料品の買い物と両親への電話でした。さあ、忙しい。これはとても便利な言葉です。シンプルにやることがたくさんあって自由時間があまりないという意味です。良い意味でも悪い意味でもあり得ます。12月は休日でいつも忙しい月です。それは中立的です。または仕事で忙しすぎたのでジムの会員をキャンセルしました。それはもっと否定的な原因です。反対はリラックスかもしれません。これは
あなたを穏やかで平和に感じさせるもの、ストレスがないという意味です。沖縄での休暇はとてもリラックスできました。何もすることがなくて、ただ太陽と一本だけ。一日でもリラックスできます。日曜日は私のリラックスする日でした。何もしませんでした。さあ、動詞、入会する。これはグループ、クラブ、または活動のメンバーになることを意味します。仕事で新しいチームに入りました。または、彼女は人に会うために読書クラブに入りました。私の例は去年からです。3月に初心者の料理教室に入りました。もう一つの素晴らしい動詞、向上させる。これは何かがより良くなる、または何かをより良くすることを意味します。スペイン語を向上させたかったので、言語アプリを使いました。より良くなっています。そして物事も向上させられます。スキルだけじゃなく。午後に天気が良くなったので散歩に行きました。ここに重要なつなぎの言葉があります。全体的に。これはすべてを考慮した後の一般的な感じについて話すのに使います。まとめの言葉のようなものですね。映画は長かったですが、全体的に楽しみました。一年について全体的に良い一年でした。いくつかの問題があってもって言います。言葉、大変な。これは難しいという意味ですが、あなたの能力を試すような方法で、成長について話すために前向きな方法でよく使われます。新しい仕事は最初の数ヶ月は大変でした。難しかったですが学んでいました。マラソンを走ることは身体的に大変です。厳しいですが、人々は達成のためにやります。美しい言葉、思い出。思い出は過去から覚えている何かです。良いことも悪いこともあり得ますが、よく良いものについて話します。去年の私のお気に入りの思い出は山への旅行です。それは心に留めている瞬間です。おばあちゃんと一緒にお菓子を作った子供時代のとても幸せな思い出がありますとも言えます。スキルはどうですか？スキルは何かを上手にする能力で、通常学んだり練習したりしたからです。料理は便利なスキルです。コミュニケーションは仕事で重要なスキルです。僕の文章。去年、プロジェクト中に問題解決スキルを開発しました。キャンセルする。これは計画されていた何かが起こらないと決めることを意味します。雨のためにピクニックをキャンセルしなければなりませんでした。残念ながら私の例は病気だったので歯医者の予約をキャンセルしました。前向きな言葉、誇らしい。これはあなたやあなたが気にかける誰かが良いことをしたときに得る喜びの感情です。友達のために初めて完全な夕食を作ったとき、とても誇らしく感じました。両親は妹が大学を卒業したことを誇りに思っています。時間について2つやりましょう。はじめにと終わりまでに。これらは期間を枠にはめるのに使います。年の初めにエネルギーと新しい目標でいっぱいでした。年末までに疲れましたが、したことに満足していました。ほら、始まりから終わりまでの変化です。普通の。これは通常の。特別でも違いもないという意味です。悪いことじゃありません。普通の火曜日でした。
特別なことは何も起こりませんでした。ほとんどの日は大丈夫です。バルコニーでの静かなコーヒーのような普通の瞬間を楽しみます。反対は特別。これは普通じゃない、何らかの意味で重要な、または違ってより良いという意味です。誕生日は私にとって特別な日です。達成を祝うために特別な夕食を作りました。とても一般的な名詞、目標。目標は達成したいと望むもの、狙いやターゲットです。去年の私の目標は12冊の本を読むことでした。7冊しか読みませんでしたが、目標は目指すものです。私たちのチームの目標は、6月までにプロジェクトを終えることでした。そして最後に進歩を説明しましょう。これは目標に向かう動き、またはより良くなることです。いつも終わることじゃなく改善です。最初の月にプロジェクトで良い進歩を遂げました。私の日本語は完璧じゃないけれど、去年からの進歩が見えます。それは旅についてであって、目的地だけじゃありません。まあ、たくさんの言葉をカバーしました。でも、自分のストーリーでこのように説明すると覚えやすくなると思いませんか？絶対に。辞書の定義は必要ありません。自分のストーリーでその言葉をどう使うかを知る必要があります。これらの言葉はよりよく話すのを助けます。だから、これらの言葉を取ってください。達成、ルーティーン、忙しい、大変、思い出、そして誇らしい。これらは去年の絵を描くための色です。美しく言いましたね、みつきさん。さあ、皆さんのパレットのためにもっと色があります。さあ、あなたの番です。練習してください。これは私たちの後にリピートするセクションです。私たちが去年についての短い便利なフレーズを言います。それからあなたが声に出して言うための静かなスペースを残します。恥ずかしがらないでください。話すことが学ぶ最良の方法です。その通りです。とてもシンプルに始めて積み上げていきます。準備はいいですか、みつきさん。準備できました？一番重要な時間フレーズから始めましょう。私の後にリピートしてください。去年、良いですね。さあ、私たちがしたことを言いましょう。私の後にリピートしてください。働きました。一緒にしましょう。去年、働きました。詳細を加えましょう。プロジェクトに取り組みました。素晴らしい。さあ、違うトピック。私の後にリピートしてください。学びました。料理を学びました。新しいスキルを学びました。素晴らしい。さあ、旅行について話しましょう。私の後にリピートしてください。旅行しました。大阪に旅行しました。または、あなたの国や町を言えます。旅行しなかった場合は？大丈夫です。私の後にリピートしてください。旅行しませんでした。良いです。理由を説明できます。忙しすぎました。リピートしてください。さあ、いくつかの感情の言葉。これらは強力です。私の後にリピートしてください。嬉しく感じました。誇らしく感じました。時々疲れを感じました。完璧です。さあ、もっと長い文章を作りましょう。少しずつ作ります。まず、年の初めに、年の初めにのしんの、2年の年の初めに
緊張していました。素晴らしい。さあ、終わりをやりましょう。年末までに、年末までに、年末までに、年末までに自信を感じました。とても上手にできています。質問を練習しましょう。誰かがあなたに聞いていると想像してください。私の後にリピートしてください。あなたの一年はどうでしたか？そして答えられます。よかったです。または、忙しくて楽しかったです。自由時間について話す練習をしましょう。リピート。自由時間に自由時間に本を読みました。映画を見ました。友達に会いました。さあ、なぜならという言葉、説明するのに役立ちます。Repeat。なぜなら、文章で使います。忙しかったので、あまり運動しませんでした。最も重要なフレーズの一つ。私の最大の達成は、終えてください。私の最大の達成は、運転を学んだことでした。または、何でもあなたがしたこと。そして最後にまとめましょう。この完全な文章をリピートしてください。全体的に前向きな一年でした。もう一度、感情を込めて。全体的に前向きな一年でした。素晴らしい仕事です。20以上の便利なフレーズを言いました。どう感じましたか？よく感じたと思います。覚えておいてください。目標は完璧さじゃありません。目標は練習です。あなたの口はこれらの日本語の音を作る方法を学んでいます。そしてあなたの脳はパターンを覚えています。去年私は感じました。自由時間に今週毎日これらのフレーズの3つを言うようにしてください。シャワーを浴びているときやコーヒーを作っているときに言ってください。ただ自分の声が自分の人生について日本語を話す音に慣れてください。習慣を作っています。そして自信を作っています。今日私たちと一緒に練習してくれてとても誇らしいです。本当に。さあ、覚えていることをテストする小さなクイズの準備をしましょう。わあ、みつきさん、今日はたくさんカバーしましたね。本当にそうです。去年全体を通して長くて有効的な散歩をしたような感じです。そして学習者の皆さんが私たちのすぐそばを一緒に歩いていました。まさに、今日一緒に練習したことを振り返る最後の瞬間を撮りましょう。メインの目標は日本語で去年について話す方法を学ぶことでした。それは大きくて便利なスキルです。自分たちの一年についておしゃべりすることから始めました。プロジェクト、料理教室、訪問、静かな時間。そしてその大きな会話から実用的なツールを引き出しました。仕事、趣味、旅行、感情のための構成要素の文章を提供しました。それらを組み合わせて自分のストーリーを作れます。それから特定のフレーズに飛び込みました。50個です。選べるツールボックス全体があります。全部は必要ありません。自分の人生に合うものだけです。その後、キーワードを本当に見るために立ち止まりました。達成、ルーティーン、大変、全体的にのような言葉。これらの言葉を理解することで、より明確な絵を描けます。それから本当に重要な部分が来ました。あなたの話す番。私たちの後にリピートするセクション。なぜなら僕たちは一日中話せますが、
あなたが話すことが魔法が起こる方法だからです。そして最後に小さなクイズ。何が残ったかをチェックする楽しい方法。過去形の動詞と便利な言葉を認識する練習。だから今日から何も持ち帰らなくてもこの構造を覚えてください。去年から始めます。人生のいくつかの重要な出来事について話します。シンプルな過去形を使ってそれについてどう感じたかを共有します。それがレシピです。美しくシンプルです。さあ、お気に入りの部分。今日の質問。これはコメントで今すぐ練習できる方法です。今日の質問は、去年の良かったことは何でしたか？大きくても小さくてもいいです。一つの良いことは私の休暇でした。または一つの良いことは私の新しい趣味でした。皆さんから聞きたいです。すべてのコメントを読みます。そして日本語で書くとき練習しています。そして他の人のコメントを読むとき、彼らから学んでいます。私たちはミスタージャパニーズチャンネルでコミュニティです。とても支え合うコミュニティです。だから、こんにちはと言って、質問に答えて、どこから来たか教えてください。皆さんを知るのが大好きです。そして今日のレッスンがあなたの役に立ったら大きなお願いをしてください。このビデオにいいねをしてください。その小さないいねボタンが YouTube にこのビデオが役立つと伝えて、あなたのような他の学習者に見せることができます。そして、まだなら、チャンネル登録して、ベルアイコンを押してください。登録は無料で、ベルを押すと、新しいレッスンを投稿するたびに通知が来ます。次の日本語の冒険を見逃したくないですから。次の冒険は何ですか、みつきさん。それは秘密です。でも、ヒントをあげます。みんなが必要とする別の日常的なトピックです。多分、将来の計画について話す方法か、自分の街を説明する方法か、見つけるには登録しないといけませんよ。からかってますね。でも真面目に皆さんのためにこれらのレッスンをとても愛を込めて準備しています。言語を学ぶのは勇敢だって分かっています。時間がかかります。簡単な日もあります。難しい日もあります。だから自分に優しくしてください。小さな勝利を祝ってください。去年働きましたと旅行しましたって言えたら、それは素晴らしい勝利です。小さく始めてください。最初の試みで小説を語る必要はありません。ただ、コメントで私たちに、友達に、または鏡の中の自分に話し続けてください。日本語でのあなたの声は素晴らしいものです。今日それを使ってくれてとても誇らしいです。信じられないほど誇らしいです。私たちと時間を過ごしてくれてありがとうございます。素晴らしいエネルギーをありがとうございます。2人から気をつけて練習を続けてください。次のビデオでお会いしましょう。じゃあまたね。ミスタージャパニーズチャンネルを見てくださってありがとうございました。また次回お会いしましょう。